はい、今日のお店はこちら。ここは新しくできたナポリピッツァ専門店のようですね。前に一度通りかかった時に見たんですけど、値段がめちゃくちゃ安いんですよ。ナポリピッツァといえばマルゲリータですが、値段は139元なので約500円ですね。これは本場ナポリのマルゲリータの値段とほとんど同じなので驚きました。僕は2回ほどイタリアに訪れたことがあって、もちろんナポリで本場のマルゲリータも何度も食べてるので、ピッツァとパスタには正直うるさいんですよ。っていうかいつもうるさいですよね。ほっとけ。せっかくなので簡単に本場イタリアで食べたピッツァをさらっと紹介しましょうかね。まずはミラノです。マルゲリータ、生地がしょっぱい。カルツォーネ、いわゆる揚げピザですね。味が薄い。フンギ、マッシュルームのピッツァです。トマトソースが酸っぱい。続いてジェノバですね。その辺のスライスピッツァ、これはおやつ感覚で美味しかったですね。ペストピッツァ、これがもう激うまでした。忘れられない。ちなみにペストはバジルペーストのソースのことで、いわゆるジェノベーゼなんですけど、実は本物はペストって呼ぶんですよね。ちゃんと規格があって、規格を満たさないとペストって名乗ったらダメなんですよ。つまりジェノベーゼと呼ぶものは実は全て偽物ということですね。どうでもいいけど、イタリアといえばルパン三世の小さい車ですよね。続いてフィレンツェ、量り売りのフンギ。街歩きしながら美味しく食べました。マルゲリータ、有名店らしいけど超普通でしたね。リミニというビーチリゾートで食べたディアボロはヨーロッパ中どこでも食べれる味で、イタリア来なくてもええやんって思いましたね。はい、最後に本場ナポリです。ナポリといえば悪名高い下町で、超汚い、超治安悪い、超民度低いでおなじみの町ですね。マルゲリータ発祥のブランディで水牛のマルゲリータ、普通でしたね。続いて超有名店ソルビッロ、まあまあでしたね。カルツォーネ、これは割と美味しかったですね。来ました、悪名高き世界一有名なピッツェリア、その名もダミケーレ。ここのマルゲリータは人生で一番美味しかったです。ただ人生で一番店員の態度がクソでした。死ぬほど愛想悪かった。潰れてまえこんなクソレストランって思ったのを覚えてますね。っていうか今でも思ってますね。よっしゃ、ほな食べていくで。本場はナイフとフォークで食べるんですけど、マジでそんな食べ方するのイタリアだけでしたね。やっぱりピッツァは最初に切ってもらって手で食べるのが僕は好きだな。美味しい。悪くないよ。この安さならむしろ全然美味しいと思う。あ、ちなみに僕は耳は残す派です。トマトソースも酸味が抑えてあって食べやすいし、これモッツァレラが意外にいいモッツァレラ使ってて美味しいですね。バジルが残念ながら台湾バジルなのでちょっと癖が強いですね。生地ももちもちでしょっぱくなくて全体的に普通に美味しいと個人的に思います。っていうかこの値段なら全然ありでしょう。はい、食べてきました。今日はちょっと趣向を変えてイタリアの話をしてみましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。冷えたピザは犬も食わないなんて言葉が本場イタリアにはあるようですが、ぶっちゃけそんな大したことないですからね。行って食べてみたらわかると思いますが、割とがっかりするお店の方が圧倒的に多いですからね。そんな本場イタリアのピッツァと比べても、このお店のマルゲリータは普通に美味しいと思いました。近所にあったらおやつ感覚で通いたいくらいですね。今回は2つ星。安くて美味しくて値打ちのあるおすすめのお店です。